本日ご紹介するお車はスズキの SUV フロンクスとなります。グレードは 2WD か 4WD かしかなく、今回は 2WD モデルとなります。というのもインドにあるマルチスズキインディア社で生産したモデルをスズキが日本に輸入しており、細かいグレード設定が難しいためです。定価は約254万円と日本ではお手頃な価格設定ですが、インドではスズキの高級車ブランドネクサで販売されるプレミアムな SUV となっています。グレード構成は絞られていますが、日本市場専用に 4WD を用意する気合の入れようのこの車、どんな車なのか見ていきましょう。フロントマスクです。斬新な見た目ではあるのですが、上半分カローラクロス、下半分2代目ジュークのようなデザインです。スズキの普通車って時々他社のデザインを持ってくるのはなぜでしょうか。なかなか有機的なフロントマスクで、ハニカム構造のようなライトやグリルで蜂を連想させるようなデザインとなっています。複雑さは全然違うのですが、5代目スイフトにも通じるオーガニック感があります。サイドビューです。最低地上高が 170mm ある SUV ですが、車高が 1550mm に抑えられているので、セダンやクーペのような引き締まったスタイルとなっています。またインドの税金の関係で車の長さは4メートル未満です。フェリーが安くなって嬉しいところですが、前後シート広さなどの室内空間が十分あるのか気になりますね。リアです。低い車高に対して車幅が 1765mm あるため、かなり幅広に見えます。最近流行りの横一文字テールライト採用ですが、バンパーがうねっていたりするためか、似たようなディメンションとライトを持つホンダのベゼルとはまた違った印象です。斜め後ろから見てみます。なかなかバランスが取れたスタイルで、4メートル未満ということを感じさせない伸びやかさがあります。左右テールランプの中には777が並んでいます。夜にこの車の後ろについた人はスロットに行きたくなりそうです。と、デザインを見てきました。クーペ的な SUV で良いですね。ただフロントは好き嫌いが分かれそうです。私はくぼんだ部分についている3連ライトを見るとちょっとゾワッとします。ボンネットを開けました。ボンネット裏には大きなインシュレーターがついています。ちなみにこのボンネットめちゃくちゃ重たいです。エンジンは K15C 型です。4代目 S クードの2022年型から搭載が始まったエンジンです。ロングストロークの4気筒エンジンとなります。このエンジンにマイルドハイブリッド用のモーターが搭載されます。 WLTC モード燃費は 19kL です。軽自動車のモーターとほぼ同じスペックなので効果は限定的かと思います。またガソリン容量が37リッターとやや心ともない数値となっています。トランスミッションは愛信製の6速 AT です。ギア比的に4代目スイフト RST あたりから積まれているものと同じだと思います。そして今回は 2WD 車なので車重は 1070kg と軽いです。下から覗いてみると、最近流行りの不織布カバーでエンジンルームは覆われていました。フロントサスペンションはストラット式です。頭にはしっかりしたキャップがついています。この部分にボンネットステーの差し込み口がついていて変わっています。フロントサスペンションにはスタビライザーがついています。またタイヤハウス内は不織布ではなく普通のプラカバーとなっています。リアサスペンションはトーションビームです。電動パーキングブレーキ装備のためリアディスクブレーキ部分にはいろいろついています。そしてこちらのタイヤハウスには一部に不織布の防音材が貼られています。ちょっと気になったところなのですが、フレームの下に鉄板が溶接されてその上からコーキングされています。見た目が荒いのと、この隙間から錆びないかなという不安を感じました。300万円未満の車なのであんまり文句言うところではないのではありますが、タイヤサイズは195/60の16インチです。 SUV としては普通のサイズですが、コンパクトサイズのこの車には大きい気がします。 2WD も 4WD も同じサイズとなります。タイヤは個人的に好きなグッドイヤーですが、銘柄はアシュランストリプルマックス2という知らないやつでした。日本では売っていない排水性に優れたオンロードタイヤのようです。では前席に乗ります。上下方向は狭めかと思いきや、そんなことなくスムーズに乗り込むことができました。シートはブラックとボルドーブラウンの組み合わせの合皮が基本で、ちょっとテカっている感はありますが質感は高めです。背中と臀部の部分はスポンジっぽいファブリックとなっていて、汗をかく夏場でも吸湿性が良さそうです。シートは腰と張りがあります。
国産車のシートよりクッションの密度が高いですが、欧州車のシートほどではない感じです。個人的にはもっと密度を高めてがっつり体を支える感じでも良いかと思いました。ステアリングにはチルトステアリングとテレスコピック機能がついています。テレスコピックがあるとナイトではポジションの自由度が全然変わってくるので非常に良いポイントです。シートリフターは全体が昇降するタイプです。40ミリぐらい上下する感覚があります。ただシートを一番上にすると、私の座高90センチだと視界の上半分が屋根になります。シートが一番上の時の視界です。ボンネットはよく見えますが、もうちょっと下げたくなります。一番下の時の視界です。窓ガラスの上下が狭めなので、これぐらいがちょうど良いですが、左の A ピラー下が見えにくくなってやや不安があります。ステアリングは革巻きです。下半分がピアノブラックなのが指紋がついて嫌です。昔乗っていたデイズルークスがこのタイプで、汚れと傷が目立って疲れました。ステアリングには裏にパドルシフトがついています。左側にはナビや音楽の操作スイッチ、右側にはクルーズコントロールの操作スイッチがついています。メーターです。タコメーターとスピードメーターの間に TFT 液晶がある最近のタイプですね。左上の物理バーを押すとトリップメーターとオドメーターの切り替えができます。右側の物理バーかステアリングスイッチのインフォボタンを押すと中央の表示を切り替えることができます。この辺りのインターフェースのソフトウェアは5代目スイフトや3代目スペーシアと同じものを使っていますね。ちなみにインフォボタンを長押しすると車両のセッティングモードに入ります。こちら全方位モニターと対応ナビが標準装備されています。起動するとモニターがくるくると回る画面が入ってトヨタ車のようです。便利なのですが、私の知っているスズキがどんどん遠くなっていく悲しさを感じます。またナビのインターフェースを見る限り、ナビのソフトウェアも3代目スペーシアと共通のものとなっています。さらにヘッドアップディスプレイも3代目スペーシアと同じものです。コンバイナー式にしたのは共用のためなんですね。ここはさすがコストの鬼スズキです。ちなみにスペーシアの時はあまり必要性を感じませんでしたが、フロンクスはウィンドウとメーターの間に距離があるので、その中間に位置するこのディスプレイは視線の移動距離が減ってなかなか便利でした。ただこれ、傾斜気味のフロントガラスへの映り込みがひどいです。これはヘッドアップディスプレイを諦めて反射防止マットを引くレベルですね。足元はちょっとタイトですが問題ありません。欲を言うと、左足のフットレストの幅がもう少し大きいと良かったです。と、前席を見てきました。シートは大きく、かつ分厚くて感触が良いです。メーターやナビも見やすくできていて、他の車からの乗り換えで戸惑うことはありません。ヘッドアップディスプレイの映り込みが気になる以外はよくできています。後席に乗ります。ドア自体は結構大きいです。開口部もなかなか広めです。頭をピラーにぶつけないようにかがめつつ、足をシートバックに当てないよう曲げつつ乗り込みます。とはいえ、日本のハイトワゴン軽自動車が乗り込みやすすぎるだけで、フロンクスの乗り込みやすさは普通です。リアシートは前席と同じ合皮とファブリックという構成です。若干フロントシートよりシートバックと座面が柔らかめな感触を受けます。センターアームレストがないですが、まあシートがしっかりしていれば不要だと思います。足元は広いですが、頭上がやや狭めです。座高が90センチ以上あると頭がつっかえると思います。リアシートの座面長さは49センチで、足元スペースは28センチです。シート高さは36センチあります。後席はヤリスよりはるかに快適で、ゴルフ7以上、日産の3代目ノート未満という感じの広さとなっています。スライドやリクライニング機構はありませんが、シート自体がよくできているので長距離でもポジションを変える必要はないですね。ただ助手席の下にリチウムイオンバッテリーがあるので、足が長い人は当たります。カバーなどされずに雑に置かれている感じがありますが、価格を考えると仕方ないですね。窓は 99% 開きます。横に長いガラスで開くと開放感があるため、頭上が窮屈な場合は窓を開けると良いと思います。後席を見てきました。さすがスズキで4メートル未満の車ですが、しっかりとしたシートを配置した上で快適に座ることができました。フロントドアです。茶色い部分はソフトパッドとなっています。アームレスト部分はかなりふかふかしていて肘の掛け心地が良いです。ドアポケット部分にはネジ穴があるのですが、この車だと蓋で隠されています。スズキ車でこの処理がされているものを初めて見ました。
ドアの質感はしっとりかつぬるりとしており、さすがインドでは高級車という感じです。ただドアロックスイッチの赤いシールが目立ちます。つける意義はよくわかり、役に立つこともわかるのですが、もう少し控えめだと良かったです。ドアポケットにはスマホが横に入りません。ちょっと残念です。下にはドリンクホルダーがあり、斜めに入って上のアームレストと干渉しません。物入れにはスマホがいい感じの深さで入ってくれます。インパネはブラックとボルドーブラウンの艶消しパネルとピアノブラックとシルバーの光沢パネルの組み合わせで質感高めです。シルバー部分がツヤツヤとしすぎなのと面積が大きすぎる感がありますが、全体的になかなか雰囲気があります。ステアリングの右側にはヘッドアップディスプレイや安全装置のスイッチがあります。全方位モニターのビュースイッチはナビ側についていた方が良かったのではと思いました。その下にはキーが置けるくらいのポケットがついています。エアコンです。5代目スイフトと同じ形のオートエアコンですね。6代目ワゴン R などと同じ薄型タイプですが、こちらは液晶やスイッチが豪華になっています。効きは非常に良いです。センターコンソールの付け根にはアクセサリーソケットが左に、 USB タイプ A のソケットが右に1つあります。ちゃんと蓋がついていて豪華です。ワイヤレス充電の地位に対応したスマホトレイがあります。最近の大きめスマホも無理なく置けます。手前にはペットボトルが2本置けるようになっています。底面にラバーが貼られてはいませんが、良い位置にあって便利です。で、シフトがあるのですが、レザーのシフトブーツがついていて質感は申し分ありません。シフトパターンはストレートで、一番下がマニュアル変速モードとなっています。慣れずに一番下まで下げてしまってマニュアルモードによく入れてしまいました。一番下はドライブ、横に倒してマニュアルにしてほしかったです。パーキングブレーキは電動です。オートブレーキホールドがついていますが、こちらはエンジン始動のたびに押し直すタイプとなっています。押し、あとは全席両側にシートヒーターがついていますね。シートヒーターの奥、アームレストの付け根には何やらポケットがあります。こちらキーを入れておくのにちょうど良いです。この装備はかなりナイスですね。キーホルダーなどで傷つかないようゴム張りだと最高でした。アームレストは開くとボックスになっています。内張りはなく中はプラです。ペットボトルを収納するには高さが足りないですが、ウェットティッシュや財布などは入ると思います。このアームレストは前後にスライドして便利です。日産デュアリスにも初期型にこの機構がついていましたが、私が乗っていた後期型では省略されてガッテム案件でした。アームレストは薄いですがきちんとクッションが入っており、肘をかけると固めではありますが弾力があって良い感触です。グローブボックスは普通のサイズです。書類が入るくらいの大きさで、内張りは特にありませんでした。リアドアです。機能的にはフロントドアと変わりません。ドアノブ周りのピアノブラックはなくなっていますが、ボルドーブラウンのソフトパッドはしっかり装備されています。運転席、助手席両方のシートバッグにはポケットがついています。この辺はちょっといい車感があります。センターアームレストの裏はエアコンダクトなどはなく、小物入れと USB ソケットが2つついています。上下のスペースには USB で充電するスマホなどの小物を入れておくのが良さそうです。ちなみにタイプ A とタイプ C が1つずつついています。ランプ周りを見てみます。ルームランプは豆球です。全席サンバイザーには両方にランプがついています。こちらも豆球ですがついていることに意義があります。運転席下には足元を照らすランプがついています。何が何だかわからない写真になっていますが、グローブボックス内にもランプがついています。さらにドアの下にはカーテシランプがついています。ランプ周りは高級車レベルの装備です。ということでこのフロンクス、車の装備大体全部入りとなっています。スペーシアカスタムの時にも感じましたが、とにかく装備を充実させようという強い思いを感じます。荷室を見ていきます。よくあるナンバーランプの部分にスイッチがあるものではなく、リアバンパー部分にくぼみがついている新設設計です。大きなトノカバーがついているこちらの荷室、幅と奥行きについては買い物かごが横に2つ置けたり、縦だと3つ置けたりと広いですが、高さの面については低めの印象を最初は受けます。この状態の奥行きは64センチ、幅は100センチ、高さは71センチです。ちょっと大きめのケースを縦置きしようとすると
荷室の高さが気になるサイズです。実はこの荷室、リアシートを倒した時にフルフラットとするためにラゲッジボードがついています。これを外すと17センチほど荷室が深くなりますが、やはり大物を乗せようとするとトノカバーが気になります。というわけでバックドアに紐で引っかかっているトノカバーを外しまして、後席の足元スペースに格納します。そして肩口のノブを引っ張るとリアシートが倒れます。分割割合は6対4です。倒しても荷室がちょっと斜めになるので、ヘッドレストが引っかかっていないか、座面が一緒に沈まないか確認しましたが、これが限界でした。この時の荷室の奥行きは121センチで、斜めの長さは159センチです。床面積だけであればスイフトやソリオとほぼ同じサイズとなっています。ラゲッジボードを起こしまして、床マットをめくるとスペアタイヤの形をした発泡スチロールにパンク修理キットが入っています。白い発泡スチロールがちょっとお安いですね。荷室の右側にはジャッキを入れておくであろうスペースがあります。本国インドだとスペアタイヤ仕様がデフォルトなのでしょうね。左側は中くらいのサイズのポケットがあります。フックもついていて、買い物袋やエコバッグを引っ掛けておくことができます。シートは軽く起こせます。引き起こす際にシートベルトが巻き込まれないようになっているのが高級感高いです。長さ4メートル未満の車で後席空間をきちんと確保した上で、この荷室を実現しているのは鈴木驚異の技術力です。ただ重箱の隅になりますが、各所のプラパーツのバリが気になりました。スモール、ロービーム、ハイビーム、ハザード、スモール、ブレーキ、ハザード、バックランプ、一般道です。最近の 1.5 リッターエンジンは低回転からトルクがあり、かつ車が静かなのでスムーズにストレスフリーで走り出すことができます。アイドリングストップはスムーズで、止まるときにショックやつんのめり感がなくてこちらも良いです。ただ夏でエアコンを止めたくないときなどは、車両設定からアイドリングストップの頻度をコントロールできます。6速 AT もスムーズで、普通にアクセルを踏んで発進する場合は、良いのか悪いのか CVT のようにショックなく変速していきます。アクセルをぐっと踏み込むとギアを固定して加速し始めるので、そういう場合は多段 AT 感を感じることができます。乗り心地は40キロくらいまでならとてもフラットです。道路のひび割れなどに乗ってもゴトゴトとした振動なく走り抜けてくれます。ただしそれ以上の速度域になると荒れます。具体的にはリアサスペンションの突き上げが大きくなってボディが揺られます。ドライバーにもガツガツとしたショックが来て正直厳しいです。サスペンションに対してタイヤが大きすぎて履ききれていない印象です。 4WD モデルだとリアスタビライザーが入るので、タイヤに振り回される感じは良くなるかもしれません。静粛性はまあまあです。エンジン部分とタイヤハウス部分はかなり静かなのですが、フロアの遮音が甘めなのか、荒れた路面だとゴーッという音が入ってきます。全体的に5代目スイフトの方が静かです。それでも同価格帯の競合車と比較すると静かな方ではあります。狭い道です。車幅が 1760mm もあるのと左前が見にくいため緊張しています。ボディの下側が張り出していて、ミラーとミラーの間の幅についてはそこまで大きくないので、意外とコンパクトですれ違いはなんとかできます。また幅は3ナンバーですが、全長が4メートル未満なので、狭い道での U ターンや切り返しがめちゃくちゃしやすいです。4メートル未満の車をもっと増やしてほしいですね。山坂道の上りにやってきました。カーブの立ち上がりで踏み込んだ時に
CVT よりダイレクトにエンジン回転が上がってくるのが 6AT という感じで面白いです。またこちらステアリングの切れ角がかなりクイックで、少し切ったつもりでもグイッとカーブに入っていきます。こういう場合、前が沈み込んでめり込むようなロールをする車が多いですが、フロンクスのボディはきちんと挙動に対応してくれて、ロールはほぼなくフラットにカーブを抜けていくことができます。常識的な速度で走る分にはパワー不足は感じず、かなり軽快に山坂道を登ることが可能です。山坂道を下っております。この車、ブレーキの感触がよく、1踏んだら1、5踏んだら5というように踏みしろと制動力がリニアにリンクしていて、コントロールがすごくしやすいです。で、ステアリングがクイックでボディがちゃんとついてくるので、きついカーブの切り返しが非常にやりやすいです。これってマーケットの事情で SUV の形をしていますが、中身はスイフト同様のハンドリングに優れたホットハッチなんじゃないかと思います。一般道ではリアサスが硬いなと思っていましたが、山坂道ではその分しっかりと踏ん張るので、これは非常に面白いです。フロンクスの試乗ルートには峠を絶対入れるべきだと思います。問題は峠小僧でもない限り、ほとんどの人は一般道の走行が9割ということですね。高速道路にやってきました。では70キロから100キロの加速タイムを計測します。はい、タイムは6秒874でした。同じ 1.5 リッターのロードスターが約 5.5 秒、1.2 リッターのフィアット500が約 6.1 秒だったので意外とかかりました。こちら燃費向けのセッティングになっているかもしれません。マニュアルモードにして3速か4速固定にしたらまた違ったかもしれませんね。ちなみに今回120キロ巡航はやりません。まだ走行距離1000キロ未満の鳴らし中の車なので、さすがに気が引けました。100キロでアダプティブクルーズコントロールを入れました。今のクルコンはだいたいどこも優秀で、このフロンクスのクルコンもカーブを認識して道の中心をキープしながら無理なく曲がってくれます。100キロ巡航時のエンジン回転数は2000回転ほどで、かなり静かです。風切り音やタイヤのパターンノイズも少なめで良いです。ロードノイズは東名高速のザラザラした路面だとゴーゴーとした音が入ってきます。音楽など聞く分には問題ないレベルなのですが、他の部分からの音の侵入が少ないので、ここが目立ち惜しいです。直進安定性は良いです。フラットな路面だと SUV らしいふわふわとした足の長さを感じたり、前後にゆっくりとピッチングする動きを感じたりはするのですが、それはそれとして関係ございませんという感じで、車はまっすぐ走ってくれて楽です。気になるところとしては、まずは車線変更時の視界ですね。 D ピラーに窓がついていてはくれるのですが、小さめで枠が太いのでちょっと怖いです。サイドミラーの接近警報装置と併用しながら走りたいですね。また乗り心地はやっぱりリアサスが硬いです。新東名の左端、トラックが走って路面がボコボコの道の上を走っているとドッタンバッタンとします。小学生の頃、友達とデュクシデュクシと軽く殴り合いしていた頃をなぜか思い出す動きです。90キロで巡航しています。もともと100キロでも走りやすかったですが、ノイズなどが減ってより走りやすくなります。ただやはりリアサスの硬さはついて回りますね。今回約288キロ走って燃費は 17.8 キロリッターとなりました。マイルドハイブリッドの 1.5 リッターエンジンのコンパクトカーとしては普通でしょうか。今回のスズキのフロンクス 2WD、 評価は3、普通です。定価254万円で安全装備や快適装備がほぼ全部入りなのはコストパフォーマンスが高いです。日本で買える車で一番だと思います。ただスペーシアカスタムの時も述べましたが、コスト制約のためか機能がいまいちな部分があり、
この車の場合はリアサスペンションが気になりました。一部改良に期待するか、自分でリアショック変えるかしたいところです。と文句多めでしたが、いろいろな車種を入れてくれて選択肢が豊富なスズキの姿勢は素晴らしいです。今後の日本市場の縮小に対して外から適合しそうな車種を持ってくるという具体的な施策を実施してくれているメーカーですね。ちなみに今回スカイレンタカーさんの車種限定キャンペーンでお借りしましたが、借りたのが私でまだ3人目ということで空いていそうなので、検討されている方はぜひ借りてみてください。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。面白かったらチャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。それでは次の乗り物でお会いしましょう。さようなら。